はい、滝です。今回は、第3世代ライゼン 3700X を検証。AMD の新しい CPU が発売されましたね。滝も、ライゼン7の 3700X を購入しました。ライゼン9とも悩んだんですけど、悩んでるうちに一瞬で売れ切れちゃったので、3700X。滝は、最初に出たライゼン7も、1700を発売日に買いました。同じように1700から買い替えようかな。どうしようかな。って思ってる人も多そうなので、今回は1700と 3700X を比較検証していきます。で、亀言いますれなの。わしが、滝ちゃんの代わりに開封していくでね。出てきた ?CPU 本体は、このパックに入ってて、この下は CPU ファンだね。そうだなも。ギンギラギンに、ようオケ光るらしいなも。ほんなら、滝ちゃん後があんだようやってな。はいはい。では、ささっと 3700X に換装していきます。1700の時は、マザーボードに最初から付いていたフックのパーツを取り外して、直に CPU ファンをネジ止めする方式だったんだけど、今回のは、そのフックに CPU ファンの金具を取り付けるみたい。フックのパーツを外しちゃってる人は、探しておいてね。滝は、フックのパーツは CPU の箱にしまってあったんだけど、ネジが1個だけどうしても見つからなかったので、合いそうな別のネジで付けちゃいました。なんとかくっついて、問題はなさそう。この CPU クーラーは USB 接続することで、いろいろ色が変更できるみたいです。1700のクーラーは変更できるのはリングの色だけだったけど、今回のは、リングファンロゴが個別に変えられるみたい。ギンギラギンに光って綺麗で面白いね。では、早速各種ベンチマークを取っていきます。注意点として、今回、第1世代ライゼン7の1700から 3700X に X370 チップセットのまま載せ替えしていますので、その点だけ。Photoshop CC2019 Adobe Premiere Elements 2019 Tom Pugent Video Mastering Works 6 7ZIP Final Fantasy XV ベイマールクシネベイの6種類のソフトで検証します。まず結果から。こんな結果になったよ。それでは、ベンチの光景を早送りで。まずは Photoshop CC2019。バゲット、システムズ、Adobe、Photoshop、CC、ベイマールクという、Photoshop でベンチマークができるスクリプトです。日本語設定だとエラーで止まるので、英語にして、設定は、インストール直後の状態にしてあります。結果は、3700X は790。1700は515。次は、プレマー、エレメンツ2019。前回の滝の動画を、1080p60fps、H264 ビットレート 10M へ書き出します。結果は、3700X は24分55秒。1700は31分54秒。次は、トムプジェンク、ビデオ、マスタリングワークス6。30分のフル HD の動画を、フル HD24fps の H264 で MP4 にエンコードします。CUDA 支援は、オフにして CPU のみで実行します。結果は、3700X は8分01秒。
1700は13分07秒。次は70分。ファイナルファンタジー XV ベンイマールクのアーカイブファイルを解答します。結果は 3700X は15秒。1700は26秒。お次は定番のシネベンイ。3700X は4727。1700は3041。最後に、ファイナルファンタジー XV ベイマールク。3700X は10610のとても快適。1700は8876の快適。まとめ。1700と比較して 3700X は全体的に約 1.5 倍のスコアが出ました。特に FF15 では1700の時は稀によくカクカクしてたのが 3700X ではスムーズに再生されていたのが印象的でした。結論。かえ